皆さんどうも、チャキコです。今回はホグワーツレガシーの冒険において役に立ちます小ネタや裏技17選になります。こちらの動画ね、物語始めたばっかの方でもね、見て大丈夫なように、ネタバレの方をね、なるべく回避しながら、収録しております。で、こちら構成といたしましては、前半が、探索やら、金策、その他経験値稼ぎなどなどについて、こちらね、ご紹介しておりまして、後半は主に戦闘でのね、テクニック、裏テクニックなどについてご紹介させていただいております。全部でね、17個もあってちょっと長いかもしれませんがね、はい、楽しんでいただければと思います。また、ハリー・ポッターファンの方にもね、ちょっと噛んじゃう、ハリー・ポッターってなっちゃったけど、ハリー・ポッターファンのね、方にも楽しんでいただけるように、こちらの動画内に、全部で6個のね、ハリー・ポッターや、ファンタスティック・ビースト関連にまつわるちょっとね、ネタを仕込んでおりますので、皆さんぜひ探しながら見ていただければと思います。すぐ分かるものもあれば、かなり目をよく凝らしてみないとね、分からないようなちょっとね、難しめのやつもあるんですけどね、はい、ぜひ皆さん見つけてみてください。まず内容に入る前に皆さんに確認していただきたいのが、この作品の経験値の入るシステムになります。こちら多くの方がね、勘違いしていらっしゃることがありまして、経験値が入る仕組みで、皆さんね、敵のモンスター倒したら、経験値が入ったり、フィールドガイドを手に入れたら、入るごとに経験値が入ると思われている方もね、結構いらっしゃると思うんですけども、こちら経験値が入るシステムといたしましては、このチャレンジですね、チャレンジの内容、こちらが発生している状態じゃないと経験値が入らないことにご注意ください。例えばなんですけど、このフィードガイドのページだったら、これ最初の方だってね、ホグワーツ見つけたらその分だけ経験値入るんですけど、それ全部チャレンジね、クリアしちゃったら一切経験値入らなくなるのでご注意ください。敵だったら、例えばこれ敵何体倒したら何々もらえるって書いてあるんですけど、例えば雲これ全部このね、チャレンジクリアしたらもうそこからは雲倒しても一切経験値が手に入らないといった状況になりますので、経験値がもらえるのはね、このチャレンジが発生している、割と中盤の辺までとなっております。なので、そこから以降は経験値はね、これをクリアしてないものを達成しないと経験値入らないので、後半になればなるほど経験値上げ、レベル上げがかなりきつくなってくるといった状況になっております。ここの仕様を皆さんね、誤解なさらないようにご注意ください。フィードガイドのゲット方法の一つに、窓の枠に蝶々をはめるというギミックがあると思うんですね。例えばなんですけども、このようなギミックですね。で、これルーモスで光らせて、で、この窓の枠内に映ったところに蝶々があるといった感じなんですけども、これ実はですね、ここの場所の蝶々じゃなくてもいいといったね、ちょっと裏技があるんですけども、どういったことかと言いますと、例えばなんですけど、これホグズミードの、裏の北の方ですね、にあるところに、大体近くに2つぐらいあるんですよ、このギミックが。で、例えばなんですけども、ここで家の裏すぐいるんですけども、ここで蝶々捕まえましょう。で、すぐ近くの隣にあるね、種の方をね、販売してらっしゃる、そこにも同じギミックがあるんですよね。で、そこに、はめても大丈夫といった感じなんですけど、ちょっとはめてみましょうか。本当に大丈夫なのか。はい、このように、この窓に映った場所じゃなくてもはめられるんですよ。で、逆に、じゃあ、この窓に、今ね、これはめたんですけど、逆に今度はここの、今消えちゃってもう見れないんですけど、そこにある蝶々を持ってかないと、さっきのところもクリアできなくて、この絵の場所忘れちゃったら、もう延々にもう、ね、終わっちゃった感あるかと思うんですけど、そういった懸念は心配なくてですね、実はですね、先ほどもう蝶々、取っちゃったじゃないですか。なんで、本来ならいないはずなんですよね。本来なら。で、行くといないんですよ。行くといないんですよ。行くといないんですけど、これセーブして、ロードすると復活するんですね。ロードし直すと、先ほどの場所に、この蝶々がね、復活してるんですよ。なので、復活してるんで、先ほどのところでね、永遠にもうクリアできなくなるといった懸念はなくなるんですよね。で、ここではめちゃえば、1箇所で2箇所クリアできてしまうといった仕様になります。これ、バグの可能性もあるんで、いつかそのうち対策されちゃう可能性もあるんですけど、このような方法を使って、例えばなんですけど、今のようなね、方法を使って、ホグワーツ内とかで、
鍵開けないと、鍵開けて、その先行かないと、蝶々がいないところとかもね、何箇所かあったりするんですよ。そういったのを無視して、もう一定のところの蝶々を、別のところに持って行ってしまえば、もうほとんどのところ、ね、ホグズミードじゃない、ホグワーツ内の同じギミックはクリアできてしまうといったね、ちょっと裏技がありますので、皆さんね、ぜひね、試してみてください。セーブしてロードし直さないと復活しない、そこの点にご注意ください。探索関連で役立つ小ネタなんですけども、まず、設定の項目で、オプション、ユーザー補助設定ですね。で、探索でかなりね、役立ちます設定といたしましては、こちらのオーディオビジュアライザーですね。こちら、デフォルトだとオフなんですけど、こちらをオンに設定していただくことによって、探索がめちゃめちゃはかどりますので、探索する際はオンにすることがお勧めいたします。これ、細かな微調整ね、いろいろできるんですけど、その反応したアイコンのサイズとかいろいろ微調整はできるんですけど、どういった機能なのかちょっと試してみましょう。このようにね、真ん中にこの丸っこいのついちゃうんでね、ちょっと常時つけるのは厳しいんですけど、これで、レベリをかけると、その反応した方向に、アイコンが出るんですね。いろいろ話してるマークだったり、あとはびっくりマークとかつく。びっくりマークじゃない、ごめんなさい、こういうベルマークですね。例えば、こちらでフィールドガイドがあるところはもう、このベルマークとかがついてたりするので、こういった感じでね、フィードガイドは、音チャリンってね、ベルの音が鳴ると思うんですけど、こんな感じでやっていくと、探索がかなりはかどると思うので、こちらオンにしてやることをお勧めしますね。この他にも、フィードガイドだけじゃなくて、他に様々ね、宝箱やら様々な事柄が反応いたしますので、こちら、オーディオビジュアライザー、こちらはオンにしてやることをお勧めいたします。で、あともう一つおすすめな設定がありまして、それは何かと言いますと、おすすめっていうか、これは完全に好みなんですけども、ミニマップの道筋ですね。例えばなんですけども、これかなり便利な機能であるんですけど、目的地がね、この黄色い点々々でね、示されちゃうんですよ。なんで謎解き系とかも全部目的地分かっちゃうんですね。で、そういうのが、ちょっとね、ゲーム的にちょっとね、面白くないと感じた方は、こちらのミニマップの道筋をオフにしていただけるとね、このように、黄色い点々、目的地がね、どこだか、分かりにくくなりますのでね、ホグワーツ内とかだとかなり迷っちゃったりはするんですけども、こういった方がね、謎解き関連とか、物を探すとき楽しめる方もいらっしゃると思うんでね、この2点ですね。お次はまた設定関連なんですけども、いろいろなゲームやってオプション設定とかね、非常に詳しい方は、必要ないかとは思うんですけども、こちらのゲーム、デフォルトの設定だとね、カメラの追随やら、このエイムの、ね、この少女のこの感じとか、すごいやりづらいんですよね、デフォルト設定だと。で、そこをちょっと変えてあげましょう。設定ですね。まずは、ゲームプレイ設定ですね。ここで、ですね、下の方、これ全部今デフォルト設定なんですけども、このカメラの加速度ですね、これが非常にやりづらくなる原因なんで、これで慣れてる方は、あってもね、全然問題ないかとは思うんですけども、これ基本オフにしてあげてください。じゃないと、これエイムで、これスティック倒したとき、最初ゆっくり動いちゃうんですね。なのですごいやりづらいんですよね。なんかすごい遅延が発生してんじゃないかぐらいの感じる方もいらっしゃると思うんです。これはね、ほぼ全てのゲームでオフにすることをお勧めします。あと追従カメラの速度、これもね、オフにすることをお勧めします。これマックスにしてもね、大して速くないんですよ。大して速くないし、あんまりね、追従してくれないんですよ。ゆっくりなんで、すごいやりづらいと思うんですね。これで慣れてる方、これがある方がいいっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、これも基本的オフ。基本オフで自分でR スティック動かして、カメラ動かした方が断然早いですし、やりやすいと思います。で、あとはですね、ここのユーザー補助設定でカメラの揺れ、これデフォルトだと絶対オンになってるんですけど、これね、できればオフにした方がやりやすくなりますし、酔いもね、少なくなるかと思います。あとはですね、グラフィック設定じゃないや、表示設定ですね。これ完全にお好みなんですけど、これ、デフォルトだとここの4項目全部オンになってるんですね。で、モーションブラってなぜ全部のゲームで最初デフォルトオンなのか私は未だにちょっと理解できないんですけども、これあった方がね、こちらスピード感感じられて好きって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これ非常に FPS 低下してるようにね、すごい見えますし、背景がぼやぼやになっちゃうんで、R スティックを動かすね。できればオフにして
ってあげて、被写界深度、これは完全に試みなんですけど、私これね、あった方が好きなんで、オンにしてますね。で、これ色周差というのは何かと言いますと、これ色周差というのをオンにすると、これね、このゲームではね、ほとんど変えてみても効果なかったんですけど、基本的にこの枠の隅、4隅ぐらいにぼやけが発生します。なので、すごい映画みたいなこのリアリティ、迫力ある、なんかね、臨場感ある映像にすることもできるんですけど、基本ゲームではただぼやけてるだけなんで、ただ4隅ぼやけてるだけなんで、私がね、感じるには、私はこれあんま好きじゃないんでオフにしてますね。あと画面のざらつき、これはフィルム粒子だと思うんですけど、これはですね、オンにしてもオフにしても、あんまりそこまでほとんど変わらないですね。これ謎なのが、ゲームによってこれすごい変わるやつもあれば、オンでもオフでも全く変わらないゲームもあるので、基本オフにしておいた方がいいですね。余計な処理増やさないためにも。って感じですね。お次は男子でも女子寮に入る方法や性別による違いなどについてご紹介させていただきます。このように男性キャラですと女子寮に入ろうとすると、階段でね、このように押し返されてしまって入れないんですね。男子から女子に入ることができないんですね。なんですけども、こちら最初のキャラクリエイトの設定で、ここですね、下の方で魔法使いか魔女を選ぶのがあって、ここがね、男性か女性、分ける違いになります。なので、ここを魔女とかにしちゃえば、外見やら声は男性なのに、ここで魔女を選べば、もうこの人は女性としてゲーム内で認識されるということになっておりますね。なので、ここで、外見とかは男性なんですけども、魔女、性別を女子にすれば、これ男性キャラなんですけど、外見はね、魔女にしたキャラなんですけども、そうすることによって、このように階段もね、登れて女子寮、部屋に入ることも可能となっておりますね。で、こちら、男子寮と女子寮、内装違うのかなと思ったんですけど、これスリザリンの場合なんですけど、全部の寮が共通かわかんないんですけど、このようにね、ほとんど違いないですね、男子寮と女子寮の。スリザリンの場合なんですけどね。で、あとは一人称が変わります。魔女を選んだ場合、私になります。で、魔法使いを選んだ場合は僕と変わります。この3年ぐらいですかね。お次はメインストーリーの、中盤いかないらへんで、取得できるようになるアロホモーラというね、こちらの鍵がかかった、扉ですね。鍵を開けるアロホモーラに関してなんですけども、そちらスキップさせる方法があります。通常だと、このようにアロホモーラをかけますと、ギミックやらないといけないんですけども、そちらを、オプションで、難易度の一番簡単なしてあげると、これがね、スキップできてしまうという箇所があります。これイージーじゃなくてストーリーじゃないとできなかったんですね。で、ストーリーにしてあげると、これハローモーラーをやったときに、四角ボタンで自動で開くという風になるんですね。この画面は絶対出さないといけないんですけども、このようにしてスキップすることができるので、鍵開け、探索中などね、いちいち開けるのめんどくさい方は難易度をストーリーにすることをお勧めいたします。お次はレベリオに関してなんですけども、レベリオは地上でかけるよりもほうきで乗ってからかけた方が範囲が広がるといった効果があります。このような状態でかけると、宝箱とかほとんど反応しないんですけども、乗ってからレベリオをかけると、かなり広範囲、ね調べることができますね。ハイライトされてますね、黄色で。で、周りのそのロケーションの場所も出てますね。で、地上に出るとね、消えちゃうんですけども、ほうき乗ればね、で、乗ってまたレベルをかければ、地上のああいう宝箱とかは、ああいうね、マーリーの試練とか、ね、敵の拠点とかありますけど、あそこレベルまでは届かないんですけども、でも、ほうきに乗った方がね、かなりはかどりますので、ほうきに乗って探索できる場所はね、ほうきに乗りながらレベルをかけた方が、はかどるかと思われます。お次は最序盤から伝説級の装備などを大量に獲得する方法について、というのもこのゲームは、宝箱の中身や特製箱の中身は、ランダムとなっておりますので、こちらね、開ける前にセーブしてで気に入らなかったらまたロードすれば何回でもね、引き直すことが可能となっております。敵の拠点の中にある、特性が入った宝箱もあちらいきなりね、最初の方からレベル3のやつをね、引くことも可能となっております。ですが、特性をつけられるのは物語の中盤ぐらいにならないとつけられないようになっております。で、例えばなんですけども、ホグワーツ内にね、たくさんこのような扉があると思うんですけど、
ある程度進めていらっしゃる方はね、こちらお分かりになると思うんですけども、こちらギミック方法といたしまして、左の袋が0になってまして、これ一番右のね、よくわかんないこれですね。このマークが9なんで、こちらから0、1、2、3、4、5、6、7、8、9となってますよね。なんでこれと照らし合わせて、足していけばいい感じですね。で、ここで合わせればいいって感じとなっておりますね。で、このようにして、で、クリアして開けますね。僕は常にたくさんあるんですけどね。で、中身はだいたいコレクションアイテムやらと、こちらですね、箱、ランダム箱となってますね。で、こちらで例えば引いて、こちら、気に入らなかったら、これ取る前にセーブしてくださいね。で、気に入らなかったらロードして、何回か引き直せばね、最序盤の方でも伝説級の装備とかね、ゲットできちゃうんで、このようにしてね、最序盤からガチガチに伝説級装備で固めるといったことも、可能となっております。ですが、あまりお勧めいたしませんね。というのも、このゲーム、レベルが上がっちゃえば、いくら伝説級の装備とはいえ、すぐにね、使えないぐらいのね、弱さになってしまうのでね、こちらの方はね、最序盤からね、伝説級の装備ね、固めたいといった方はおすすめとなっております。お次はある特定のギミックを簡単にクリアする方法となっております。例えばなんですけども、こちらのマリの試練だと、この種類、いろいろね、マリの試練種類いろいろあるんですけど、このタイプだと、この石の上でぴょんぴょんね、スーパーマリオみたいな感じでね、ぴょんぴょん、こちら落ちずに行けばクリアできるといったギミックがあるんですけど、例えばなんですけどね、これもほうき乗っちゃえば、近づいちゃえばね、このようにどんどんカウントされていきますので、はい、上で、私、ほうき乗るのまだ下手なんですけど、こんな感じでいっちゃえば、簡単にクリアできちゃうんですね。これ、ほうき乗る前からやってる方は、もう癖でね、ついもう自分の素足でやっちゃうかと思うんですけど、このようにしてね、スキップすることも可能となっておりますね。周りの人に結構たくさんあるんでね、このようにですね、飽きちゃったらこのような方法を使ってもよろしいかなと思います。あとは古代魔術の集中地点という場所がありますね。古代魔法の必殺技ゲージを増やすために、いくらかやると思うんですが、あちらもね、ほうきがあるとめちゃめちゃ簡単なんですよね。一部ほうき使えない場所もあるんですけども、あちらの方もね、ほうき手に入れてから、やるとめちゃめちゃはかどりますのでね、探索関連はね、ほうき手に入れたからの方がね、効率はかどるんですけども、でも世界観とかね、いろいろこののね、楽しみ方はそれぞれかと思うんでね、はい、ちょっとめんどくさくなってきたらこのような方法もあります。お次は密漁稼ぎを使った金策方法についてになります。で、こちら密漁稼ぎの際、一番簡単なのはパフスキンちゃんなんですけども、こういった感じでたくさん動物を捕まえて、買い取り専門ショップで売るといった方法なんですけども、こちら簡単に再ポップさせる方法がありまして、こちら例えばなんですけど、ここで全員パフスケインちゃんを獲得いたします。で、その後に手順がありまして、その手順をミスっちゃうと再ポップしないので注意していただきたいんですけども、これただセーブ&ロード、その他ね、時間を進めたりするだけじゃリポップしなくてですね、これ手順といたしましては、まずこちらセーブする前にマップ開いていただいて R スティックを押して時間を進めてください。で、この後にセーブまたロードですね、し直さないとリポップしないのでご注意ください。で、この後にセーブして、はい、ロードしました。そうするとまたパフスケインちゃんが全匹リポップしてますので、これを何回も繰り返すといった感じで金策をしていくといった感じになりますね。で、これたまにこういった手順を踏まなくても、ごくたまに復活している時もあるんですよ。何かしらのね、変更タイミングに重なっただけかもしれないんですけどね、そういう時もあるんですけど、基本的には、パフスケインちゃんというか動物を全部獲得した後に、時間を変更してからセーブで、その後にロードするとリポップする感じとなっております。で、パフスケインちゃんの場合はたまにね、木の上とかにもいたりするんですよね。ちょっと分かりづらいんですけども、木の上とかにもいたりするんで、そこら辺の広場にいなかったら、木の上とかにね、乗っかってる場合もありますのでね。はい。パフスキンが一番獲得方法簡単で、いるね、引数もね、多いので、パフスキンが一番おすすめですね。
一番近いところで言うと、ホグワーツからね、すぐ北の、ここにいたりもしますからね。で、こちら動物、密漁稼ぎができるのは大体物語中盤ぐらいなんで、金策早めにやりたい方はね、メインストーリー中盤ぐらいまでね、ささっと進めちゃうことをお勧めいたします。で、こちら密漁稼ぎの際に、チャレンジも発生いたしまして、で、こちらチャレンジで、密漁稼ぎ、必要な絵ですね。で、こちら動物を助けるですね。これを、全部完了するまでは経験値も入るんですよ。なんですけど、これ全部、完了するまで結構ね、すぐ完了しちゃうんで、なんで経験値もらえるのもね、結構ビビたるものだったりしますね。最初の方は結構もらえる感じあるんですけども、そのうちこれ全部クリアしたらもらえなくなっちゃうので、ご注意ください。お次はおすすめの経験値稼ぎになります。で、経験値稼ぎでおすすめなのがバトルアリーナというものですね。で、バトルアリーナというものは、マップに、何点か存在してまして、まず1点目が、全体マップ。ここがホグワーツだとしたら、大体ここら辺になりますね。で、バトルアリーナ始めるには、周りにある壺を何十個かね、壊さなきゃいけないんですけど、すぐ終わるって簡単なんですけど、まず1箇所目がここで、で、2箇所目が、かなり上ですね、北の方ですね。ここですね。で、あとはデラックスエディションを購入されている方は、大体ここら辺ですね。ここら辺に禁じられた森でしたね。ここに闇の魔術のバトルアリーナというものがありますね。で、ここでは許されざる呪文、アバダケダブラやインペリオやクドゥーショなども、こちら覚えてなくてもね、使えちゃうんで、試しに使ってみたい方はね、デラックスエディションをご購入された方のね、特典なんですけど、個別でも販売してるんですけどね、デラックスの、特典だけ、その中に入っております特典になりますね。で、こちら効率を求める場合は、難易度をね、一番簡単なストーリーにしちゃってください。ノーマルからストーリーに変えてやると、敵が柔らかくなるんでね、レベル上げちょっと飽きてきたら、ストーリーにしてやるのがおすすめですね。で、こちらチャレンジでの経験値のレベルが上がるって感じなんで、なんで敵をね、たくさん倒しまくっていると、上限、チャレンジ報酬上限達すると、経験値も入らなくなるのでね、それまでは、かなりレベル上がるといった感じとなっていますね。で、これで序盤で大体25とかね、30ぐらいまでは大体上がるかと思いますね。その人それぞれ、チャレンジの進捗具合違うと思うんで、それによってレベル差あるとは思うんですけどね、そんな感じになってますね。経験にちゃちゃっと稼ぎたい方はね、バトルアリーナ、挑戦するのがおすすめとなっておりますね。で、バトルアリーナクリアするとね、報酬、何がもらえるか皆さんやってみてからお楽しみとして、一応もらえる報酬もございますのでね、ぜひやってみてください。お次は物語のかなり最初の方で受けることができますサブクエストですね。こちらのダイダロスの鍵、こちらの方なんですけども、全てね、16個集めるととある報酬が手に入ります。ネタバレ回避したい方はこちらのね、この項目だけスキップしていただければと思います。で、こちら16個手に入れますと、各寮に見合った、マントの方ね、手に入れることができます。例えばリスちゃんの寮だとこのような感じとなっておりますね。で、こちら寮ごとに手に入る柄が違うのでね、各寮のマークが入ったマントとなっております。で、4種類のマークが入った4種類のマークというか各寮ごとの衣装がこちらとなっております。ちょっとね、前の方暗くて見づらいんですけど、このような感じになってますね。色も、装飾もだいぶ変わってますね。皆さんどれが一番、お好みでしょうか。私的にはね、一番はやっぱりグリフィンドールですかね。ライオンちゃんで首元らへんもね、モフモフしてて、ちょっとね、王様らしさあって、すごいお上品な感じがして好きですね。私、1周目ちょっとスリザリンってやっちゃったんですけど、いや、これちょっとないかもな、みたいな、完全に好みによるんですけどね、私はちょっとグリフィンドールがね、一番、左から順に私のお気に入り順ですね。1、2、3、4、左から順にって感じとなっております。お次はゲーム内でアズカバンに行く方法になります。で、こちら、選んだ量によってメインストーリーで分岐する箇所がありまして、で、アズカバンに、行く分岐が発生する量を選ぶ必要があります。で、その量は4つのうち、一番入っている人が少ない、禁断の楽園と言われております、おなじみのマッスルパブ。
マッスルバブというところですね。3、2、1、マッスル、マッスルが合言葉のマッスルバブですね。で、このマッスルバブはどういう量かと言いますと、こちらね、勉強のしすぎで疲弊しきった学生さんたちを癒してくれる、イケメンマッチョなお兄さんたち、またはお姉さんたちがね、癒してくれるという禁断の楽園になっております。そしてこのマッスルバブに入ったがためにちょっと堕落しきってしまって、アズカバンにぶち込まれてしまうといった分岐内容となっております。アズカバン関連のイベントシーンなどをまとめた動画を以前出させていただいておりますので、内容だけ知りたい方はそちらの動画見ていただけましたら幸いでございます。お次は物語中盤以降で開花されます才能ですね。こちらでめちゃめちゃ強いものがありますのでご紹介させていただきます。必要な部屋のこちらの集中薬の効果ですね。こちらを解除することによって集中薬の効果時間中に呪文セットの呪文が使用されて効果時間が延長されるというものがあります。ちょっとこれ試しにどんなものか使ってみましょう。あちらのトロールさんですね。非常に HP が高いんで、ちょっとやってみましょう。まず薬飲みます。で使っていきましょう。でこのように使っていけばほぼ無限にずっとね使うことができます。ちょっと攻撃もうずっと使うことができます。これパレット変えてあげてもいいですし、他の、パレットをいろいろ変えてあげてもいいですし、変えなくてももうこの4つもう本当に無限に使えちゃいますんで、これめちゃめちゃ強いですよね。もう永遠にこれどんどんね、元に戻ってくるというか、たまりますので、敵に攻撃を当てれば、もうずっと使い放題になりますので、まだね、解除してない方、解除してみてはいかがでしょうか。もちろんね、これなくても全然他にも様々な、めちゃめちゃチート級に強い戦い方がいろいろありますので、そのうちの一つとして思っていただけましたら幸いです。お次は、特定の敵に限られるんですけども、インペリオをかけた後、なぜかペトリフィカストタルスができるといった現象について、試しにね、インペリオをかけてみましょう。でインペリオをかけた後に、こちらね、トロールとかだと、後ろからペトリフィカストタルスがなってるんです。後ろから前からできるのかな。敵が倒れるまで何回でもできますね。これね、大型の敵、例えば女王グモやこのようにトロールなど大型の敵にしかできないんですけども、人間やゴブリンとかね、ああいう中型、小型の敵にはできないんですけど、なぜか大型の敵にだけはこれができちゃう。これが仕様なのかバグなのかちょっと不明なんですけどね、こういった裏技もありますね。お次はステルスプレイでおすすめの戦い方になります。まず才能ですね。こちらも才能の方いくつか解除する必要がございますね。まず、1つ目がステルスですね。ステルスのこちら、ペトリフィカストタルスの熟達。これをやることによって、これ範囲内にいるね、敵にもペトリフィカストタルスができるというね、なので、敵が密集しているときに使うとね、かなり強いんですけども、あとはもう一つは、こちらですね、透明薬の効果。これによって、だいたい4秒から8秒に効果時間が伸びますね。で、今回ね、おすすめしているのは、ステルスプレイが好きな方に向けてなんで、他にも強い戦法ね、ありますので、特にステルスプレイが好きではない方はね、こちらは解除しなくても大丈夫かなと思いますね。あとは装備ですね。装備におきまして、特性ですね。こちらペトリフィカストタルスのダメージがさらに大きく増加する金縛り3。これを6箇所装備することによって、トロールでさえも瞬殺できるようになることもありますね。これ自分のレベル帯とレベル帯とかにもよってね、あとこの装備をね、全部アップグレードしてるかしてないかによっても変わるんですけどね。で、ちょっと試しにやってみましょうか。どんな感じなのか。中透明薬装備して、バレちゃいましょう。バレましたね。で、ここで透明薬を飲みます。そうすると、完全に敵から視認されなくなりますのでね。で、この、期間中は何回でもペトリフィカストタルスが出ますね。ちょっと私下手なんですけどね。こんな感じで何回でも。トロール、これ全然強化してないんですけど、2発って感じですよね。で、さらに強い強化されたトロールというのがいますね。なので、この場合、透明薬使う前にまずマキシマ薬飲みましょう。マキシマ薬飲むとペトリフィカストタルスのダメージをね、倍増します。で、ここで透明になりますね。で、ここでペトリフィカス、こんな感じで強化されたのも一発で、これ全然強化してない状態で一撃ですので、もしかしたら強化されたトロールでさえも、このマキシマ薬飲まなくても大丈夫かもしれませんね。もしかしたらなんですけどね。こんな感じである程度敵密集させた状態で使ってみましょう。結構範囲が
狭いんでね、はい、あんまり広範囲の敵をまとめてできなかったりするんですけど、このようにしてね、かなり、ちょっと下手なんですけどね。で、これかなり攻撃力下げてる状態なんですけどね、それでも一発なので、全然こちらの人型の敵だったら、強化しなくてもね、結構一発だったりしますね。トロールとか、ああいう大型の敵だとね、一発なかなか厳しいんですけどね、こういった面白いステルスプレーもございます。お次は特性のレベル3、ダメージ上昇するものについて全くつけないのと6箇所全部つけた場合、どのぐらいダメージがかかるのかを検証していきましょう。で、検証項目は精神統一、そして許されざる呪文、闇落ち魔法ですね。あとボンバーダー、そしてディフェンド、そして必殺技の古代魔法、古代魔術ですね。こちらの項目を検証していきましょう。で、まずはこちらですね。精神統一レベル3やっていきましょう。で、難問ないときが、2700いくらですね。で、こちら6箇所全部つけた場合4900。で、これね、多少検証の際、ちょっとね、攻撃力の変わりもあるんで、精神統一はだいたい 1.6 倍なので、1箇所つけたら 1.1 倍上がるといった検証内容になりましたね。お次はボンバーダー見ていきましょう。何もつけない状態で2600。で、レベル3を6箇所すべてにつけた場合、6800なので、大体 2.7 倍前後ですね、ボンバーダーの場合は。お次はディフェンド、何もつけてない時で3400。お次は6箇所全部にレベル3のディフェンドつけた場合は8700、なので大体 2.7 倍前後といった倍率になりますね。ボンバーダーと同じぐらいって感じですね。2.7 が約3倍ぐらいです。お次は許されざる呪文レベル3、こちらは、敵を呪い状態、許されざる呪文、闇落ち魔法を使ったというバツマーク緑に、ね、つきまして、この状態だと敵に、ね、与えるダメージがアップします。で、何もつけてない状態だと500ダメージといった感じになります。で、こちらの特性レベル3を3箇所つけて、大体1500近くなんで、ほぼ3倍といった、感じとなっておりますね。こちら許されざる呪文レベル3の場合は、ダメージが3倍、6箇所ね、すべてつけた場合なんですけどね、上昇する感じとなっております。最後が古代魔術レベル3ですね。これは必殺技ですね。同上司の必殺技のことを指しております。で、1100。で、6箇所、古代魔術全部レベル3つけた場合は、3100なので、大体3倍上がっている感じですね。なので、精神統一以外はね、大体ダメージ上昇系なので3倍上がるといった、感じで、お間違いないかと思われますね。全て試したわけじゃないんでね、大体使う主要な感じのは大体3倍ぐらいといった感じですね。古代魔術は普通のこういった魔法だと150とか200とかなんで、それが1100とかなんで、大体ね、6倍以上のダメージ与えられるんで、めちゃめちゃ強いですね。最後になります。はい、こちら、植物の攻撃力をチート化する方法ですね。こちら見ていただくと、白菜で11500が2回立て続けに入ってますね。これ、えぐいですね。で、この白菜何も強化しない状態だと、1000ちょっとしかダメージ出ないんですけど、それをどうやって10倍ぐらいのね、ダメージ上げるかの方法を解説させていただきます。で、主にこちら、つける特性2種類あるんですけど、こちら、牙ってやつと、あとこちら、薬草学レベル3ですね。こちらのどちらかをね、6箇所全抜けするんですけどもね、ちょっとこれバグ契約あるんで、ご使用される方はね、お気をつけていただきたいんですけども、こちら、牙3の方ですとね、こちら、これ、ごめんなさい、先にこちら、何もない状態、ダメージ何もない、つけない状態だと大体1000ちょっとですね。こちら与えるダメージが1000ちょっとなんですけども、で、その前に才能のこちら解除していきましょう。こちらで白菜2個、実質ダメージが2倍になるみたいな感じですよね。こちら。で、こちら牙、白菜のダメージが上がる特性レベル3を6箇所つける場合は3500とかなんで、大体3倍ダメージが上がるって感じなんですよ。なんですけど、もう片方の方、全部の植物のダメージが上がる、本来だったらダメージ少なくなるはずなのに、こっちがなぜか9000っていったね、9倍ぐらい上がってるんですよね。なので、植物は3種類あるじゃないですか。だからおそらく私の考察で言うと、その3種類分のが上乗せされちゃって、3、3、3で9、9倍になっちゃったみたいな、バグっちゃったみたいな感じだと思うんですよね。こんな上昇率ちょっとありえないですからね。はい。ってな感じで、簡単にね、このような感じで、もう中盤以降、特性つけられるようになってからもね、このようなえぐいダメージ出せるようになっております。
はい、ということで以上になります。皆さん長らくご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また大変お疲れ様でした。ハリポタファンの皆さん、私がこの動画内に、忍ばせた6箇所のハリポタファン旅ネタ、お気づきでしょうか。もし皆さんね、気づいた方、コメント欄でね、ぜひコメントいただければと思います。もし6箇所全部見つけた方がいらっしゃいましたら、本当にすごい目をお持ちの方だと思います。かなり分かりにくいのもね、忍ばせておりますので。はい。はい、ということで皆さんね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。他のゲームとかでもね、こうやった、小技、裏技、まとめ動画などもね、出しておりますのでね、以降もしよろしければね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。